よ。ってまだみんな来てないんだ。家出るの早すぎたかも。でも曲のことでだいぶ詰まってたし、違う場所で考える時間作れてよかったかな。どうしてうまく作れないんだろう。今の曲は誰かを支えるような気持ちを表現したいなって思って作ってるんだけど、何度作り直してもなんか遠い印象になってる。メロディーの構成が悪いのかなと思って調整してみても、結局納得できるクオリティにはならなかった。それに作りたいメロディーを DTM パソコン上の音で再現しようとしても全然再現できてない。やっぱり DTM で作るのが難しいのかな。でもミクに歌ってほしいし、せっかくここまで作ってきたんだから最後までやりきりたい。こういう時どうすればいいんだろう。確か前にサキが言ってたのは、みんな始まるよ。サキ先生の作曲講座。イエーイ。あら、何が始まったの？いちかちゃんが曲の作り方を聞いたら、さきちゃんたちがノリノリで。はい、それではいっちゃんさん、改めて質問をどうぞ。はい、さき先生。いちかも先生呼びしてるし。まったく何やってるんだか。さき先生が曲作りに詰まった時はどうやって悩みを解消してるんでしょうか。難しい問題ですね。曲作りに詰まってしまう原因はいろいろあると思いますが、例えば頭の中にあるイメージと実際に作った音がちょっと違うなって感じになった時は、一度客観的にその曲を聴いてみるといいかもしれません。客観的に？ずっと曲に向かい合っていると、今自分が作っているものが本当にいいものなのかわからなくなってきてしまうことがあります。なのでそういう時は先生なら作ってる曲をいつもと違うヘッドホンで再生してみたり、いつもと違う場所で聴いてみたりしますね。そうすると今まで気づかなかったことに気づけてヒントを得られることがあるのです。そういうやり方があるんだ。勉強になったよ。ありがとう、サキ。これからも研鑽を欠かさないように。なんて私もまだまだ作曲初心者だから、いつもわからないことばっかりなんだけどね。いつもと違う場所で再生してみるか。ここならちょうどいいかも。みんなが来る前に試してみようかな。このケーブルをスマホとつなげて、よし、これで再生を押せば。やっぱりスタジオのスピーカーだから音がいいな。いつもパソコンで聞いてる音と全然違う。でもやっぱりメロディーがイメージと違う。支えるって感じが前面に出てないし、これじゃ表現したいことが伝わらない。それにスピーカーがいいからか、音の荒も目立ってる気がする。ベースの音浅いな。ドラムも軽い気がするし、全体的に音が遠くにある感じがする。メロディーだけじゃなくて音も気を使わないと、むしろ問題が山積みになって。これ何の曲？ほなみ？いつの間に来てたの？ああ、驚かせちゃってごめんね。ちゃんと声かけて入ってくればよかった。私の方こそごめん。ドアに背中向けてたから
全然気づかなくて。気にしないで。それよりこの曲歌ってるのミクちゃんだよね。これは。でも聞いたことない曲だし、音が飛んでるところがあって作りかけみたいなメロディーだし、もしかしてこれいちかちゃんが作ってるとか？実はそうなんだ。やっぱりいちかちゃん作曲続けてたんだね。それもみくちゃんに歌ってもらってるなんて。でも本当にまだ始めたばかりで、さっきみたいにすごい曲は作れてないよ。ミクにもすごい中途半端な曲しか歌わせてあげられてないし、それに結構悩んでるんだ。やっぱり DTM って難しくて。そっか、 DTM って確かパソコンで作業しなくちゃいけないんだっけ？私たちがやってた作曲方法とはちょっと違うんだよね。いろんな楽器の音を選んで自分で入力しないといけないから大変そう。イメージはあるからみんなで演奏するのを想像しながら音を打ち込んでるんだけど、あんまりイメージ通りにならないし、さっき曲を聴いて別の問題もあることに気づいて、課題が盛りだくさんって感じなんだ。私も曲が作れたらもっとみんなのためになれると思ったんだけど。いちかちゃん、そういえば DTM ならよいさきさんがやってるから何か話を聞けるかも。確かに前にも作曲の話を聞かせてもらったことがあったしね。ありがとうほなみ。早速連絡してみるよ。いい話が聞けたらいいね。おはよう。二人とも今日は早めに来てたんだね。二人で先やっててくれてもよかったのに。ってあれ、スピーカーだけ電源ついてるみたいだけど。なんか前使ってた人が消すのを忘れてたみたい。あるよね、そういうの。私も夏にリビングの冷房つけっぱなしにして出ちゃって、帰ってきたお兄ちゃん凍えさせちゃったことあったし。それはつけっぱなしなことより設定温度の方が問題あるでしょ。ほなみ、曲ができるまでは私が作曲してることみんなに内緒にしておいてくれる？恥ずかしいのもあるけど、ちゃんと完成させてからみんなに聞いてもらいたくて。わかった、言わないでおくね。いい曲ができるように応援してるよ。それじゃあ今日もお疲れ様。バイバーイ、いっちゃん。今日もみんなでたくさん合わせられたな。あと動画の話もちゃんと決まってよかった。それで最初はどの曲で撮る？最初の動画は慎重に決めたいよね。それで私たちの印象も決まってくるだろうし。確かに最初の動画でいいって思ってもらえたら私たちに興味を持ってくれてライブに来てくれたりするかもしれないしね。そういうことなら私たちらしくて私たちにとっても自信のある曲を撮るのがいいんじゃないかなって思う。なんていうか、最初の一本がレオニードの自己紹介みたいになればいいなって。確かに。ほなちゃん、いいこと言う。
私たちらしくて自信がある曲か。それならやっぱりこの前のさっきの曲。おお、みんな息ぴったりだ。あの曲は私たちもライブに向けて猛特訓したし、1本目の動画にするのには一番いい気がするなって。うん、私もそう思う。個人的に特別な思い入れもあるしね。みんなが背中を押してくれたおかげで私も全力の演奏ができたから。志保、さっきもそれでいい？もちろん。すっごく苦労して作ったあの曲を最初の動画にしてもらえるなんて、なんだか嬉しいな。撮影の日まで練習頑張ろうね。動画はライブと違ってずっと残るものだし、いつもと違う緊張感があるよね。気合い入れて自主練しなきゃ。あれ？誰かからメッセージかな？あ、こんにちは、八重崎さん。今日もよろしくお願いしますね。望月さん、いつもありがとう。それといらっしゃい、星野さん。突然 DTM のことを教えてくださいって連絡したのに引き受けてくれてありがとうございます。それにお家にまで呼んでもらって本当に申し訳ないっていうか。気にしないで、うちなら機材もあってちょうどいいから。望月さんに掃除してもらう前だからちょっと散らかってるかもしれないけどすぐ片付けるから大丈夫ですよ。ありがとう。では私はお掃除を始めますね。いちかちゃん、 DTM の勉強頑張ってね。八重崎さんもよろしくお願いします。うん。じゃあ私たちは部屋に行こうか。